2026年4月、インド、ラジャスタン州、廃墟となったムガル王朝の宮殿で、私は取材カメラを回していた。その夜起きたことを、私はまだ正確には説明できない。午前2時を過ぎた頃、高級区画の長い廊下に差し掛かった瞬間だった。カメラのモニター越しに、白いサリーをまとった女の姿が映り込んだ。最初は見間違いだと思った。しかし違った。その影は、確かにそこに立っていた。こちらをじっと見つめていた。足が動かなかった。声も出なかった。体の感覚が、根こそぎ奪われていくような感覚だった。女が一歩、また一歩と近づいてくるたびに、周囲の気温が目に見えて下がっていくのが分かった。吐く息が白くなった。真夏の夜に、その瞬間の映像は、今でも手元に残っている。しかし、どうしても公開することができないでいる。帰国後、私の身には奇妙なことが続いた。毎晩繰り返される悪夢。目が覚めるたびに同じ場所で止まる夢。そして3週間後、左腕に浮かび上がった5本の指の跡。誰にも触れられていない場所に、あの夜、私は本当に何かと目があったのだと、今は確信している。だが、なぜ私があの宮殿に足を踏み入れることになったのか。そもそも、この取材はどのように始まったのか。それを話すには、あの夜より少し前、私のごく普通の日常に戻る必要がある。私は映像ディレクターだ。普段は東京を拠点に、アジア各地の歴史的建造物や廃墟をドキュメンタリー形式で撮影している。2026年4月、私はインドのラジャスターン州に降り立った。目的は一つ。かつてムガル帝国の時代に栄えたとされる。今は廃墟となった王宮の記録映像を撮ること。それだけのはずだった。現地に到着した日の朝、私はホテルで軽い朝食を済ませた。なんとチャイ。いつもと変わらない旅の始まり方だ。午前中は市場を歩き、夕方には現地のコーディネーターと合流した。彼の名前はラジュ。40代の落ち着いた男で、この地域の歴史に詳しかった。私が王宮の取材を依頼すると、彼は一瞬だけ表情を曇らせた。あの場所は、夜は入らない方がいい。そう言ったが、それ以上は語らなかった。私は軽く流した。階段めいた話は、どの廃墟にもつきものだ。取材者としての直感が、むしろその言葉を、素材、として受け取っていた。翌日、私は昼間のうちに王宮を下見した。砂色の石壁が連なる回廊。かつて日立が暮らしたとされる高級の区画。朽ちかけた柱と、薄暗い奥へと続く長い廊下。光の入り方が美しかった。夜に撮れば、もっと雰囲気が出る。私はそう確信して、深夜の撮影を決めた。誰も止めなかった。いや、正確には、もう一度だけラジュが言った。どうか、高級だけは近づかないでください。その言葉の意味を、私はあの夜、身をもって知ることになる。深夜0時を過ぎた頃、私は機材を担いで王宮へと足を踏み入れた。外の喧騒が嘘のように、中は静まり返っていた。足音だけが、砂色の石畳に吸い込まれていく。懐中電灯の光が、朽ちかけた柱の影を次々と浮かび上がらせた。最初は何も感じなかった。いや、正直に言えば、少し興奮していた。誰もいない夜の王宮。その静寂が、むしろ撮影者の本能を刺激した。午前1時を過ぎたあたりで、私は回廊の撮影をほぼ終えていた。次の場所へ移ろうとしたその時、鼻の奥に何かが漂った。花の香りだった。それも、強い。甘くて、少し重い香り。ジャスミンに似ていたが、どこか違う。夜の廃墟に、花の香りなどに合わない。私はカメラを止めて、周囲を確認した。当然、何もなかった。風が運んできたのだろう、と自分に言い聞かせた。気にせず、先へ進んだ。午前1時30分頃、今度は音が聞こえた。足音、だった。自分のものではない。遠くから、ゆっくりと近づいてくるような、柔らかい足音。私は立ち止まった。息を殺して、耳を澄ませた。しばらくすると、音は止まった。野良犬か、あるいは風が石を叩いたのか。夜の廃墟では、音が反響する。そう思うことにした。だが、その直後だった。気温が、落ちた。ラジャスタンの4月の夜は、それでも蒸し暑い。なのに、その瞬間だけ、空気が切り替わったように冷たくなった。肌が泡立った。背中の奥が、何かを感じていた。それでも私は、カメラを構え直した。
高級の区画が目の前に広がっていた。ラジの声が頭の片隅をよぎった。高級だけは近づかないでください。でも、私は歩みを止めなかった。そして、廊下の奥に、確かに見た。廊下の奥に、確かに見た。白い影だった。最初は、目の錯覚だと思った。長い撮影で、目が疲れていた。暗闇に慣れすぎて、形が滲んで見えるのかもしれない。そう思いながら、もう一度、視線を向けた。いた。確かに、そこにいた。白いサリーをまとった女の姿が、高級の回廊の端に、静かに立っていた。動いていない。ただ、立っている。私はカメラを向けた。手が、わずかに震えていた。ファインダーの中に、その姿を捉えようとした。しかし、次の瞬間だった。女が、こちらを向いた。顔は、見えなかった。それでも、視線を感じた。皮膚の奥まで、刺さるような視線だった。その瞬間、体が動かなくなった。足が、地面に縫い付けられたように固まった。手も動かない。声も、出なかった。全身が、完全に制御を失っていた。パニックになりたかった。叫びたかった。でも、何もできなかった。ただ、見ているしかなかった。女が、一歩、こちらへ近づいた。その瞬間、空気が変わった。ラジャスタンの4月だ。夜でも、じわりとした熱気が肌に張り付いている夜だ。なのに、温度が落ちた。急激に、落ちた。吐く息が、白く見えた気がした。石造りの回廊が、さらに一段、暗くなったように感じた。女は、また一歩、近づいてきた。足音が、聞こえなかった。砂の上を歩く音も、石を踏む音も、何もない。ただ、距離だけが、縮まっていった。私は、ラジの言葉を思い出していた。高級だけは、近づかないでください。あの声の意味が、今になって、体の芯まで届いた。次の瞬間、女の手が、伸びてきた。女の手が、伸びてきた。私は、動けなかった。足が、石の床に縫い付けられたように、1ミリも動かなかった。カメラを構えたまま、ただ、その手を見ていた。細く、白く、まるで月光で作られたような手だった。その瞬間、女が、顔を上げた。目が、あった。暗闇の中で、その瞳だけが、異様なほどはっきりと見えた。白目の部分がなかった。すべて、黒かった。深い井戸の底を、そのまま目に入れたような、黒さだった。私は、声を出そうとした。出なかった。喉が、完全に閉じていた。息だけが、白く、細く、漏れていた。女は、口を開いた。声が、聞こえた。それは、日本語だった。私の、名前だった。渡辺、と、確かに、そう聞こえた。私は、ここで初めて自分の名前を名乗っていない。ラジにも、宮殿のスタッフにも、仮名を使っていた。取材の習慣として、ずっとそうしてきた。なのに、女は、本名を呼んだ。正確な発音で、ゆっくりと、二度、周囲の空気が、さらに冷えた。体温が、指先から失われていく感覚があった。カメラの液晶画面が、突然、真っ黒になった。バッテリー残量は、まだ 40% 以上あったはずだった。女は、また一歩、近づいた。その瞬間、私の腕に、何かが触れた。触れた、というより、握られた、指の形が、はっきりとわかった。5本の指が、皮膚に食い込んでくるような感覚だった。私は、叫んだ。声が出たのか、出なかったのか、今でもわからない。気がついたとき、私は回廊の入り口近くに立っていた。女の姿は、どこにもなかった。ただ、右腕だけが、熱を持っていた。じくじくと、脈打つように、その熱は、日本に帰国した後も、3週間、消えなかった。帰国した、成田空港に降り立った時、私はようやく息を吸えた気がした。あの廃宮殿から、物理的に遠ざかった。それだけで、十分だと思っていた。だが、恐怖は国境を越えてきた。帰国した夜から、夢を見た。白いサリーをまとった女が、暗い回廊を歩いてくる。近づくほど、空気が冷たくなる。息が、白くなる。そして、女が腕を伸ばす瞬間に、目が覚める。毎晩、同じ夢だった。1週間が過ぎた。2週間が過ぎた。夢は変わらなかった。むしろ、鮮明になっていった。女の顔が、少しずつ見えるようになってきた。
そして3週間目の朝、私は右腕を見た。5本の指の形をしたあざが、皮膚の上にくっきりと浮かんでいた。インドにいた時と、全く同じ位置に、皮膚科に行った。医師は首をかしげた。外傷の跡ではない。と言われた。内側から何かが押し上げているような形状だ。とも言われた。原因不明だった。私は日常生活を送りながら、ずっと気になっていることがあった。あの夜、回廊で録音していた IC レコーダーだ。ラジャスターンから帰国した後、怖くて再生できずにいた。3週間、引き出しの中に眠らせたままにしていた。だが、あざを見たその日の夜、私はついに再生ボタンを押した。ノイズが走った。風の音がした。そして私の足音とは別の、もう一つの足音がマイクに記録されていた。私の一歩に対して、もう一歩、ずっと、並んで歩いていた。あの夜、私は一人ではなかった。次回、その音の正体と、廃宮殿に残された記録が明らかにする。戦慄の真実。3週間、私はずっと、逃げていた。真実から目を背け、記憶を封じ込め、何事もなかったと自分に言い聞かせていた。だが、腕に刻まれたあのあざが、私を現実へと引き戻した。IMG、薄暗い部屋、ノートパソコンの画面だけが光を放っている。手元に包帯が巻かれた腕が映る。映像を再生した瞬間、息が止まった。高級な廊下、深夜2時の、あの場所、カメラが捉えていたのは、私の歩く姿だけではなかった。画面の端、白いサリーが、揺れていた。IMG、古びた廊下の映像。画面の端にぼんやりとした白い人影がかすかに映り込んでいる。私はすぐに、現地のガイドへ連絡を入れた。ラジャスタンで長年働いてきた。年配の男性だった。映像を見た彼は、しばらく無言だった。そして静かに、こう言った。あの区画には、近づいてはいけないと言ったはずです。IMG、電話口で青ざめた顔をするナレーター。窓の外は夜。彼が語ったのは、一人の女性の話だった。ムガル帝国の末期、高級に幽閉され、外へ出ることを永遠に禁じられた側室がいた。彼女は生きたまま、あの廊下で息を引き取った。誰にも見取られることなく、誰にも名前を呼ばれることなく、IMG、古い絵画風のイラスト、格子窓の奥に佇む白装束の女性、ガイドはさらに続けた。彼女が近づくのは、孤独な魂を持つ者だけです。その言葉が、胸に刺さった。なぜ、私なのか、答えは、私自身の中にあったのかもしれない。遠い異国の地で、一人カメラを回していた私。彼女には、私が見えていたのだ。同じ孤独を抱えた存在として、IMG、廃宮殿の廊下を一人歩くナレーターの後ろ姿。遠くに白い光がぼんやりと浮かぶ。腕のあざは今も、消えていない。夢の中で、彼女はまだ私を呼んでいる。そして私は気づいてしまった。あの夜はまだ、終わっていない。次回、最後の対面。私は再び、あの廃宮殿へ向かう決意をした。再び、あの廃宮殿に足を踏み入れた。2026年4月。私はラジャスタンへ戻っていた。理由は自分でもわからない。ただ、行かなければならないと感じていた。夢の中で彼女が呼び続けていたから、腕に残るあざが、うずき続けていたから、高級の回廊は、3週間前と何も変わっていなかった。崩れかけた壁、剥がれ落ちた漆喰、月明かりさえ届かない、深い暗闇。カメラを構えながら、私はゆっくりと奥へと進んだ。午前2時を過ぎた頃だった。空気が変わった。息が白くなった。足が止まった。回廊の突き当たり、そこに彼女がいた。白いサリーをまとった女の姿。3週間前と同じ場所に、同じように立っていた。だが、今夜は違った。彼女はゆっくりと、こちらを向いた。顔が見えた。その瞬間、私は全てを理解した。悲しみだった。怒りでも、憎しみでもない。ただ、深く、静かな悲しみ。何百年もの間、この場所に閉じ込められた魂の、絶望。彼女は一歩、私に近づいた。手を伸ばしてきた。カメラが落ちた。膝が崩れた。それでも私は、逃げなかった。逃げることができなかったのではない。逃げたくなかったのだ。彼女の目に、孤独が見えたから、その手が、私の腕に触れた。氷のような冷たさだった。しかし、不思議と恐怖はなかった。
ただ、胸の奥から何かが溢れてきた。涙だった。なぜ泣いているのか、自分でもわからなかった。次の瞬間、彼女の姿は消えていた。回廊には、再び静寂だけが残った。腕を見た。新しいあざはなかった。ただ、古いあざが薄くなっていた。あの夜、何かが終わったのかもしれない。あるいは、何かが始まったのかもしれない。私にはまだ、わからない。でも一つだけ確かなことがある。彼女はもう、私を呼んでいない。あの夜から、何かが変わった。うまく言葉にできない。でも確かに、変わったのだ。IMG、静かな朝の窓辺。光が差し込む室内。一人で座る人物の後ろ姿。インドから帰国して、最初の1週間、私はほとんど眠れなかった。眠れないのではなく、眠ることが怖かった。目を閉じるたびに、あの回廊が見えた。白い衣をまとった彼女の姿が、まぶたの裏に焼き付いていた。でも、悪夢ではなかった。ただ、静かにそこに立っている。それだけだった。IMG、薄暗い寝室。窓から差す月明かり。人が横たわるシルエット。2週間が過ぎた頃、腕のあざが、気づけば完全に消えていた。跡形もなく、まるで最初からなかったかのように、皮膚科には行かなかった。行く必要がないと、なぜか感じていた。IMG、自然光の中で腕を見つめる手のクローズアップ。傷跡のない肌。3週目に入ると、夢も見なくなった。彼女も、もう現れない。あの王宮も、夢には出てこない。静寂が戻ってきた。今度は、恐怖ではなく、穏やかな静けさとして。IMG、朝霧の中に浮かぶラジャスタンの廃宮殿。円形、柔らかい光。私はあの夜のことを、何度も反芻した。彼女は何者だったのか、なぜ私の前に現れたのか、なぜ最後に、涙を流していたのか、答えは、今もわからない。でも一つだけ、確信していることがある。彼女は私を傷つけようとしていたのではない。そう思う。IMG、古い王宮の高級廊下、差し込む夕日。誰もいない静寂の空間。あの場所で、何百年もの間、彼女は一人でいたのかもしれない。誰かに気づいて欲しかっただけなのかもしれない。自分がそこにいたことを、自分が確かに存在したことを、私はその証人になってしまったのだ。それが答えなのかどうか、まだわからない。でもこれが、この旅で私が持ち帰った最後のものだと思っている。次回、エピローグ。この旅の本当の終わりをお話しします。あれから3週間が経った。腕に残った手形は少しずつ薄れていった。悪夢も少なくなった。でも、消えたわけではない。夜中に目が覚めると、ふとあの廊下を思い出す。白いサリーをまとった。あの人影を、こちらへ近づいてくる。静かな足音を。彼女は何を伝えたかったのだろう。何百年もの間、あの高級で一人佇んでいた。誰にも気づかれることなく、ただ、そこにあり続けていた。私は今でも、答えを持っていない。恐怖だったのか、それとも、悲しみだったのか、あの瞬間に感じたものの正体が、まだわからない。一つだけ確かなことがある。2026年4月、インドのラジャスタンで、私は確かに、何かと出会った。そしてその何かは、今もまだ私の中に残っている。この旅は、まだ終わっていない。あなたの中でも、きっと。